こんにちは。明けましておめでとうございます。ちょっと遅いのですが、今ですね、2025年初めてこのカメラを回しています。今日は漢詩を読む動画をぜひ撮りたいというふうに思っています。で、私最近ね、もうとうとう例のものを手に入れてしまいました。これまでずっとそのハンドドリップの人生だったので、もうこれマジでもうゲームチェンジャー、めっちゃ美味しいし、もう人間はこうして楽を覚えていくのかという感じです。早速ですが、今日読みたい、漢文は漏筆の目という漢文です。東大の劉禹錫という詩人が読んだ、非常にもう中国でもね、もう知る人ぞ知る有名な漢文です。漏筆というのは小さくて粗末な部屋という意味で、目は座右の銘みたいな、その目、心に刻む言葉、訓戒という意味です。では早速漢語の原文を読みましょう。陋室铭，刘禹锡，唐。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上阶绿，草色入帘青。堂下有鸿胪，往来无白丁。可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀则云亭。孔子云：何陋之有。じゃあ今度は書き下し文を読みます。漏筆の銘。山は高きにあらず、千あらばすなわちなあり。水は深きにあらず、流あらばすなわち霊あり。ここはこれ漏筆にして、ただ我が徳のみ芳し。太鼓は木座橋を登って緑に、草色はすだれに入った青し。談笑に公序あり、往来に白帝なし。もって粗金を整え、金形をけみすべし。四軸の耳を乱すなく、安徳の刑を浪するなし。南陽の諸葛がいおりか、清色の紫雲が東やか。こうし言う。何の癒しきことかこれあらん。と。いろんなものを参考にしながら、私なりに現代文にしたものを読みます。山は高いことになく、仙人がいることに名高さがある。川は深いことになく、龍がいることに霊妙さがある。ここは質素な部屋であるが、ただ私が徳高くあれば気になることもない。苔が階段を登って緑を覗かせ、草はすだれ越しに青々としている。ここで談笑している者は皆白画で、平民が行き交うこともない。記事のことを聞くことも、仏教の経典を読むこともできる。騒がしい音楽が耳を妨げることはなく、役所の文書に骨を折ることもない。南陽の諸葛亮の草案や、清色の陽遊の定子も質素なものであった。孔子は論語士官編で述べている。そこに住まう者に君子の徳があるとき、どうして粗末なことがあろうか。いや、ありはしない。と。そういうことで、これはね、もう私のYouTube ということで、もうこれで済んだりはしないわけです。で、まずこの詩を読んだ人についてですね、先ほど言ったように劉禹錫という方が東大の中期に読んだものです。で、この人はですね、非常に才能があって、皇帝に仕えている人だったんですね。順宗という方が即位した後に、この皇帝が永帝の革新というものを推し進めるわけです。で、その革新を進めるその一人に選ばれてですね、もうかなり急進派みたいな感じで頑張ってやってたわけです。ですが、その革命は失敗してしまって、その志半ばで左遷させられるわけです。志高くですね、政治改革に取り組もうとしていたのに失敗に終わってしまって、そういうところのに移されてしまったという、非常に本人も納得のいかない悔しい思いを
してたという状況だと思います。もうそこで多分10年ぐらいそこで過ごしてたということで、そんな中でこの詩を漏出の銘という詩を読んだそうです。漢文の文体についてですが、漏出の銘のその銘っていうのは、その昔古代にですね、金属とか、石とかにその自分の戒めを刻んだりすることを銘と言ったんですね。でそれが後にその発達して人の在り方や人の徳について読んでいる漢文を銘文というようになりました。でこの漏出の銘はもう銘って書いてあるように銘文なわけです。でその銘文が読まれる際によく使用される漢語の文体がありまして、それを弁文と言います。でこの漏出の銘もその弁文という文体になっています。で弁文の弁はその馬がね2頭並んでいることを表しているそうで、つまり対句を基調にした対句を元にした文体になっています。だから対句がないものはそれはもう弁文ではありえないわけです。はい、この弁文はその対句であること以外にその散文と異なってその形式を非常に重視する文体だそうで、要するにどこで韻を踏むのか、そしてその音の響きとかを本当にとことん追求している文体で、当時の古典からのその引用を含めたり文体に非常にこだわっているわけですね。ですからその詩において何が読まれているのかっていうのはもちろん大事なのですけれども、そういう形式に非常に凝っているから、その漢詩としてのその芸術の的な価値が非常に高い文体だそうです。でこの詩を私なりにどのように楽しんだかという解釈についてなのですけれども、これが正しいというわけではなくて、私がこのように楽しんだということなのですが、まずはですね、山は高きにあらず千あらばすなわちなあり、水は深きにあらず流あらばすなわち霊あり。でこれはですね、私はこの最初のこの出だしが本当に美しくて、一番この漢詩の全体の中で一番好きなところです。はい、でこの仙人とか竜とかっていうのはですね、この世のものではないわけですね。仙人ってこの世のものなんですかちょっと分からないけど、この世にありながらこの世にいない人のことを仙人というのではと思うんですが、そういうのを持ってきていて非常に秀逸だなと思います。ここはこれ漏出にしてただ我が徳のみ芳し。ここは質素な部屋であるけれども、ただ私が徳高くあれば気になることはないという意味ですが、この文章が要するにこの読んだ方の一番言いたいメッセージですね。この詩の文章、この詩の全体のメッセージ、これが言いたいから書いてるということだと思います。大根は木座橋を登って緑に、草色はすだれに入って青し。これは私はですね、苔が階段を登って緑を覗かせ、草はすだれ越しに青々としているというふうに訳したんですが、これね漢文だったらたったの10文字なんですね。でこのたったの10文字でこの一文は情景の描写、要するにその質素な部屋に座ってですね、そういう苔やら緑やらが見えているという情景の描写ですが、もうたったの10文字でこんななんだその緑なことは想像できる本当にすごいことだと思います。はい、ここで談笑している者は皆薄画で、平民が行き交うこともない。これはちょっと現代のコンプライアンス的にはちょっと若干グレーアウトですが、はい、ですがこれは1000年以上前の詩なので、現代のね私たちの価値観でぶった切ってはいけないわけです。記事のことを弾くことも、仏教の経典を読むこともできる。騒がしい音楽が耳を妨げることはなく、役所の文書に骨を折ることもない。これ読んでると今も昔も同じようなことを言ったなというふうに思います。 YouTube ばっか見てないで本読むとか、もう都会の喧騒を離れて森でキャンプとかそういうのがいいみたいな、そういうムーブメントがあると思うのですが、南陽の諸葛がいおりか、清色の紫雲が東やか、孔子湯何の癒しきことかこれあらんと。こ
これはその弁文の特徴で、その古代の偉い人が言った内容を、ここで引用することで自分自身の主張というものを強めている、論証というか強めているわけですね。すごい人がいた言葉なんか使う時にそれ使い方間違ってたりしてとても恥ずかしいと思います。知識がなければそういうものは書けないし、かなりすごいということだと思います。ほんでこの詩が漏出の銘という漢文を私が一番初めに知ったのは私が大学生の時でした。多分大学3年生ぐらいで、周りがもう卒業してその就活とかいろいろ、考えてた時期だったと思います。でその漢文を私これ聞いた時に、なんて美しい響きなんだと思いました。本当に清いんですね。そしてそれだけどものすごく華やかなんですね。ですごいいいなというふうに思いました。でもね、その時に私は、どういう意味なのかなと思ってちょっと見た時に、ちょっと綺麗事だなと思ったんですよ。当時はね。つまり要するに何事も、これは質素な部屋というものを、例にとってですね、それを借りて、比喩的に使っていてですね、そして、要するに読んでるこの劉宇釈さんが言いたかったことは、要するに心持ちが大事だということだと思います。はい。でそれね、心持ちが大事なことは私も分かるけれども、でもこの世の中は能力主義だし成果主義だし、そんな心持ちでね、そんなどうにかなったらそんな苦労はないんだみたいなことを思っていました。はい。でまた今になってこれを読んだ人の心境なんかも思いながら改めて読んでみると、そうですね、そんな世の中だからこそこの漢詩が、メッセージになりうるというところで、その点人の世の中は1000年ではあまり変わってないのかということなんですが、でこの漢詩を読んだ劉釈さんも、本人がね、心の中でいろいろ思ったことがもうあったと思います。で最終的にこの漢詩という作品にその思いをいわゆる消化したわけですね。そして何の卑しきことかこれあら、どうして粗末なことがあろうか、いやありはしないのだというふうに、この漢詩の中で自分の、思いに結論付けたわけですね。でそして、時代が経って長く読まれているこの漢詩はその答えであり、そして私たちに対する問いであるわけですね。そうね、この詩はさっきも言ったように、初めて読んだ時は綺麗事だとか思ったから、でも今、改めて読んでみてですね、この世の中にある、物質的な、いろんなことはですね、その全てを手に入れることは不可能ですよね。そしてこの世の中で価値があるとされているものとか、そういったものを何とか例えば手に入れたとしても、それというのはおそらくほとんどがその風が吹けば飛ぶようなものなのだということだと思います。でも自分の身の回りにね、自分の身に起こる周りのいろんなことを、その全てをね、楽しもうというその自分の気持ちは自分次第で手に入れることができるということだと思います。で要するにそうですね、山を見てそこに仙人を生み出す心、そして川を見てそこに龍を生み出す心というのはそれだけで価値のあるものだということだと思います。なぜならそれは、どんな状況においても何者もそれをあなたから奪うことはできないわけですね。でそして怖いこと言ったらちょっとあれですが、それを読んだそのような心の持ち方について詩を読まれたこの「漏出の銘」という詩がもう1000年の時を超えて現代まで伝わってですね、今も楽しまれているということは、ある意味ちょっと皮肉なのですけれども、でも希望であると思います。じゃあそういうことで今日はこの辺で、私はもう今ちょっと日本にいるんですけれども、もうすぐに中国に帰ってですね、も
山西省にもうね旅行に行きます。もうチケットももう取ったんで、もうすごく楽しみです。私はもうスロースタートみたいな感じですが、良い一年にねしたいというふうに思っています。見てくださっていつもありがとうございます。今年も皆さんにとってね素晴らしい一年となりますように、はい、一緒にゆるりとねやっていきましょう。